あれついてる？換気扇ついてる。意外と音入ってるからね。あれマイクはついてる？よろしい。ソファから全部確認済み。よろしい。ソファから全部確認済み。そう。生語担当。あ、これもう録画してる？してるよ。兄の悪いところバレちゃったね。ソファに座って指示を出す。Do this でしょ。そうそう。優雅にコーヒー。これより下見たら超汚いから見ないでください。はい。初期がそういうもんだよね。YouTube の動画って目に見えるものだけが全てじゃない。他の人もそうなのかな。わかんないね。おはこんばんは。It's Segaのブレンで、今日は日本に帰国した時の話をしたいと思います。はい。で、自分たちはこの間2週間ぐらいかな、日本に帰ったんですけど、それはねブレンの仕事の関係で帰って、自分がピョンってついてったって感じなんですね。そうですよ。はい。でそれで家族となんか過ごすことが今回結構できて、なんか、ね、前回帰った時はまだそのコロナの関係で、家族の家になんか泊まるってことがね結構できなかったんだけど、なんか会いにね遊びに行ったりとかしたけど、その時まだいろいろ心配だったから。でも今回はもう直接ね、だね。そうでもう家族の家に泊まったり、なんか家族とたくさん時間を過ごすことができたので、今日はその話を中心にやっていきたいと思います。はい。でね、自分はお兄さんとお姉さんがいるんだけど、両方ともほぼ同じ時期に新しいね赤ちゃんが生まれたので、もう今回は本当にそれ目的っていうかさ、ね、それを見に行ったみたいな感じが多いんだけど、仕事もあったけどいやもうね可愛かったんだよね。そうだよ。写真ね見せないけど見せたいけどねだけど可愛いよ。想像してください。プニプニでね、男の子一人と女の子一人、ね、本当になんかクレヨンしんちゃんの顔ってあるんだっていう風に思わせてくれる。そう、もうポコンってクレヨンしんちゃんの顔しててめっちゃ可愛かった。可愛いよね。で最後も抱っこしたよね。そう自分本当にね赤ちゃん抱っこするのが本当に怖くて、なんか自分はいつも言ってるんだけど、なんかその自分が末っ子だからなんか赤ちゃんを今までちっちゃい時にこうやって抱っこしたりとか、その機会が全然なかったんだよね。だから大人になって初めて赤ちゃんを抱っこする機会っていうのがなんか最近あって、でそれがねめっちゃ怖い。だってどうしたらいいか分かんないでしょ。分かんない。だってなんか首掴んじゃうとかさなんかもうこうとかなんかもう本当にライオンキングみたいなさ感じとかなんかやり方がほらできてたじゃん。もう最近はちょっと慣れた。でもなんか渡される時がちょっと怖いね。渡される時だってどこ持っていいか分かんなくて、最初ここって掴んで、これね、なんか頭伝えなきゃいけないからね。そう頭がまだ座ってなかったからね、だからこうやってやって、ここに頭を置いてこんな感じでやってあげたんだけど、もうね可愛かったね。なんか自分の子供じゃないけどやっぱり血がつながってる子供じゃん。だってね大好きなお姉さんとか兄さんの子供だからね。もうこいつらにお金を貢いでやるかって。もうやってるよね。もうやってるけど、そんなねお年玉とか、そうね、おもちゃとかね、そうね、したりとか。お兄ちゃん側はもう新しく生まれた子も含めてもう3人、いるんだけど、もうその3人のこの一番上の男の子がもうブレンのことが大好きすぎてもう毎回家に行くたびになんかもうブレン外で遊ぼうって言って、もうまだ何歳だろう、4歳5歳かな、4歳か、4歳でもうブレーンをね外に引っ張り出して、もうサッカーしたりブーメランしたりとか、早く行こうってそう、ね、本当にブレーンはねほらちゃんとだって遊んであげたりとかさするってもう分かってるのに、ブレーンはいい人って分かってる。そんなでもねただいればいいだけって感じでなん
なんかそうね、子供ってなんかただ見られたいだけじゃん、だからこれ見てこれ見てって感じ。そんなね、すごいそんな大変じゃないよ自分もね今回ねちょっと遊んだけどね、サッカーしたりとか遊んで、でも途中でさすぐ疲れちゃうからさ、疲れたからもうおじいちゃんもう中に入るっつって、で中に入って、でもほらもう子供元気だからさ、なんかまだ遊ぼうみたいな感じで、ブレンを今度引っ張り出してブレンと遊んでたね。それでなんか遊んだりね、ちょっとお菓子食べたりして、でじゃあ帰りますってなって、まあ自分の親とか靴履いて、じゃあ車に行こうってなって、でブレンも靴履いてってやってる時に、その甥っ子が玄関のドアをバタンって閉めて鍵をかけようとして、ブレンはもう行っちゃダメみたいな感じで、でも自分と自分の親はもう外に出てはい早く行って早く行ってでブレンは内側でこっちにいてくださいみたいな感じでね。かわいいよね。ね、本当に、またすぐ帰ってまた遊んであげたいね。また帰る予定があるからね、すぐ日本に、だからまたちょっと遊んだりとかね、できたらいいなと思ってます。今回はでも結構前回はほら10月だって9月に帰った時にもう3年ぶりぐらいに会ったじゃん、子供に。だけど今回ちゃんとなんか覚えてくれてた。そうだね。今回は一番上の子がね、その真ん中の子まだちっちゃいから分かんないけど。だってなんかブレン聖子っていうもんね。なんかおじさんとかじゃなくて、もう名前呼び。だってほら自分のお兄ちゃんとかが自分のことをもう名前で呼ぶからさ、ね、だからもうそのままそれを受け継いで聖子ブレンって呼ぶよね。可愛い。でも間違って俺のこと何回も聖子って言って俺が今聖子って言ったよねって言ったらブレンね、お姉さんのちっちゃい赤ちゃんも可愛かったし、まだ本当にもう1ヶ月半ぐらいかな、生まれてから1ヶ月半ぐらいしか経たないから本当にちっちゃくてね、可愛い。もうでもね本当に子育てって大変だなって思った、今回生まれて1ヶ月経ってでもねちょっとそばにいる時間が多かったけども本当に何もできないなって感じ。もうその子供以外は、だってそれやりながら洗濯をやったりさ、料理作ったりとかさ、やってるわけだからさ、すごいなって思った。すごいよね、親がすごいよね。なんか最後のお母さんとかが手伝ってるじゃんいつも、だけどなんかそれがあってよかったねと思うよね。本当に。だからねお姉ちゃんとかもご飯作るの大変そうだから、自分がさブレンが仕事行ってる間は、自分が本当にやることない時が多かったから、そのお姉ちゃんの家行って一緒になんかテレビ見ながら餃子、手作りで作ってその冷凍保存してなんかねそれあれば楽じゃん、あとは焼くだけだから、だからそれ天使だと思ってたでしょ。やりに行ったよ天使が折れて餃子を作ってくれたっていやもう本当に大変だろうなって思った。でもさやっぱこういうのってさ、ほらテレビとかでもさ、ほら子育ての大変さとかさ、なんかその将来未来の子供たちのためになんか今環境問題をやんなきゃいけないとかさ、なんかそういうこと言われてたけど、なんか実感なかったってなんか思い知らされた。なんかそれ分かってる、なんか子育て大変ってのを思うけど、なんだろう今まで自分の周りでそれって起きてこなかったし、見てこなかったから、なんか初めて今なんか子育て経験してないけど、なんかやっぱりすごい大変なことなんだなとか、あとはなんかその将来の子供たちのためになんか地球を良くしていかなきゃいけないとかさ、なんかその国を良くしていかなきゃいけないとか、そういう風な考えになったかなって感じがする。大人でしょ。本当そうね。だってね本当にだってその子たちがかわいそうな世界になってほしくないじゃん。だってね20年後の世界とかどうなってんだろうとかって想像しちゃうね。投票とかしなきゃいけないね。やっぱりこれが大人の責任。そうだね。その自分たちの次の世代の子たちのためになんか今自分たちは頑張んなきゃいけないんだなって、改めてなんか思わせてくれるなんかそういう存在だなって思った。やっぱりね自分のお姉さんとお兄さんじゃないけどさ、だけどなんかねやっぱり家族でなんか年が近い人が子供を産むとか、なんか子供がいるとなんかま
た考え方が変わるよね。変わるね。感動するね。ね。こんな感じだよね。でもあとね、ブレンはうちのお父さんと、3人でね温泉に行ったりとかしたよね。初めて、ね、あ、でも初めて、実質2回目だね。そっか。でもなんかちゃんと、結婚してからそうだね、行くのは初めて、ね、だからブレンもほらサウナ好きだし、うちのお父さんも温泉好きだしサウナ好きだからさ、なんかブレンを連れてサウナに入りに行ったりとかしてたよね。水風呂も、自分はもうサウナも水風呂ももう無理だからもう自分は普通に温泉回ってるって回ってたけど、あの温泉の水風呂めっちゃ冷たかったよ。でもお父さん入ってた？ちゃんと入ってたけど、入ってたけどね、でもすぐ2人ともすぐ出た、ね、ちょっと冷たいって面白いよね。なんか本当にそういうねのが最後のお父さんめっちゃね優しくてね。そうだね。なんかいつも車出してくれるから、仏だよね。仏本当になんか何しても怒んないしって感じ。いつもホッホッホッみたいな感じだよね。楽しかったね。だからまたね日本に帰ってそれで家族とねまた過ごせる時間をね大切にできたらいいなって思います。はい、そうですね。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい、この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとは概要欄の SNS とポッドキャストのリンクもありますのでチェックしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。誕生日メッセージありがとうございました。ディオール。ディオールを買いました。はい、大人になりましたね。大人になりました。ついに。はい。バイバイ。バイバイ。ディオールの匂いする？するよ。